仮想マシンが遅い時に確認すること。こんにちは、もちの京子です。中国うさぎです。今回は仮想マシンが遅い時に確認することとして CPU 仮想化支援機能について確認、設定変更する方法について解説していきます。インテル VT や AMD-V を使用しているのに仮想マシンが遅い場合にご覧いただくと問題が解決するかもしれません。最初にこの動画の結論を書いておきます。Hyper-V をオンにして VMware ワークステーションを動作させるとネストされた仮想化となり、ゲスト OS が直接 AMD-V を叩けずパフォーマンスが落ちます。これはこのコマンドで Hyper-V をオフにすると解決しますが、この設定によるデメリットもあります。それでは詳しく見ていきます。お願いします。まず、今回の環境はこちらです。AMD CPU の PC で VMware を使用して Windows の仮想マシンを動作させています。今回の問題を図で端的に表すとこのような感じになります。AMD CPU の仮想化支援機能は AMD-V と呼ばれていて、これは搭載されている様々な仮想化支援技術の総称です。Hyper-V をオフにした場合には、ゲスト OS の命令の多くは AMD-V の助けを借りて CPU で直接実行されます。CPU で直接実行できない命令も比較的シンプルな経路で実行されます。一方、Hyper-V をオンにした場合、AMD-V は Hyper-V に完全に占拠されてしまい、ゲスト OS や VMware からは利用不可となります。そのため、命令実行に必要な手順が多くなり、結果としてパフォーマンスが下がります。ちなみに全ての環境で当てはまるかわかりませんが、私の場合は VMware ワークステーション Pro 17では、Hyper-V と AMD-V を両方オンにすると仮想マシンが起動しませんでしたが、VMware ワークステーション Pro に 15H2 に更新したら、仮想マシンが起動するようになったと思います。便利になった反面、性能の出ない組み合わせでも動作するようになったということにもなるので、今後これらの機能を使用する際は、より注意深く設定する必要がありそうです。それではまず、現状の確認から行っていきましょう。確認しておきたい項目はこの3点です。VMware ワークステーションのバージョンは、メニューのヘルプ、バージョン情報で表示できます。今回は 25H2 を使用しています。古いバージョンだと挙動が違う部分があると思います。仮想マシンの AMD-V 有効、無効は仮想マシンを編集するからプロセッサを選ぶとチェックボックスの設定項目があります。Hyper-V、ハイパーバイザーについては、ここではハイパーバイザー層のことを指しています。動作状況はシステムインフォで確認します。通常はこのようにハイパーバイザー層が有効になっていて、ハイパーバイザーが検出されましたと表示されます。WSL2 動作のためなどでハイパーバイザーを停止した場合は、こちらのように表示されます。そしてこのハイパーバイザーを無効にする方法です。現在の設定をこのコマンドで確認して、このコマンドで設定変更します。たった1行のコマンドですし、結果の出力も質素ですが、中では結構大きな変更が起きています。その後再起動で変更が有効になります。では次に、この変更でパフォーマンスがどのように変化したか見ていきます。こちらがパスマークの結果です。CPU、メモリ、ディスク、2D 描画の測定結果です。パスマークには 3D の項目もありましたが、クラッシュしたのでパスしています。ホストはホスト OS で実行、AMD-V は Hyper-V オフ、ネステッドは Hyper-V オンの結果です。ホスト OS の結果を1として正規化してあります。
CPU はホストが8コア16スレッドの結果なので大きく差が開いては分かりにくく、ディスクはホストより仮想マシンの方が性能が良く、内容を見ると仕様の限界を超えているので、それ以外の部分を見てみると CPU、メモリはハイパー V の有無でほぼ変わらず、2D では大きく差が開いていることがわかります。細かく見ていきます。まず CPU テストの結果です。先ほども触れた通り、ホスト OS と仮想マシンは条件を揃えていないため比較できませんが、ハイパー V のオンオフで結果はほぼ変わらないのと、シングルスレッドのテストではホスト OS と仮想マシンの差が 1% しかないという結果でした。1コアあたりの CPU の性能についてはハイパー V の有無にかかわらずほぼホストと同等と思って良さそうです。次にメモリの結果です。データベースオペレーションとメモリスレッドは CPU コア数に依存するようで、アベイラブルラムはメモリの空きなので、これらはホストと仮想マシンを比較できません。メモリリードキャッシュはほぼ CPU のキャッシュメモリで完結するそうです。仮想マシンでもほとんど変わりません。メモリリードアンキャッシュとライトはラムの性能が出るようです。ホストと比べて仮想マシンは7から 9% 低いですが、ハイパー V の有無はそこまで影響がないようです。レイテンシは数値が小さい方がいいようです。ホストと仮想マシンで数%、ハイパー V の有無でも数%違うようです。そして次にディスクですが、仮想マシンが SATA SSD の使用の限界を超えていたり、スコアがそのまま実速度を表しているか分かりにくい部分があるので、一旦スキップします。最後に 2D の結果です。ここでは一部のテストにおいて、ハイパー V 有無でかなり差が出ました。特に大きな差が出たのが、シンプルベクター、イメージフィルター、イメージレンダリングでした。次いで少し差が出たのが、ダイレクト 2D 関連でした。このような結果になった理由を AI に聞いてみたところ、同じ描画でも GPU 処理が多いと、ハイパー V 有無で差が出やすいということでした。最も大きいところでは、ハイパー V 有無で2倍ほどの差がついています。そしてクリスタルディスクマークの結果です。先ほども触れた通り、今回は SATA SSD を使用しているので、ホストのシーケンシャルリードライトのスコアがほぼ限界ですが、仮想環境の方がこの制約を超越しています。おそらくというかほぼ確実に何かのキャッシュがうまく動いているのだと思います。非常に興味深いですが、仕組みを正確に知るのは難しそうな予感もあります。ということで、ある程度実際の性能を示していそうなランダムを見ていきます。ホストはごく普通のスコアだと思いますが、AMD-V のランダム 91T1 がホストを超えている以外は、だいたい順当な結果に見えます。おそらくキャッシュが切れると様相が一変するので、この結果から通常使用時の性能差を予想するのは少し難しいですが、ランダム 91T1 のライトがある程度実情を示しているかもしれません。体感では、ここまでの差がある感じは受けませんでした。続いて圧縮形式で有名な7ジップのベンチマークの結果です。割と無視できない差がついたようです。ハイパー V 有無でも数%の差になるようです。CPU とメモリを複合的に使用する影響なのかもしれません。次に起動時間を見ていきます。起動ボタンを押してからログイン時に音が鳴った瞬間までを計測します。まずハイパー V 無効です。20秒57でした。次にハイパー V 有効です。
26秒16でした。ここでは 20% ほどの差がつきました。かなり大きいです。他の場面でも時々このような差を感じることがあり、やはり VMware ワークステーションで仮想マシンを動かす際にはハイパー V を無効にしたいところです。ハイパー V 無効化のデメリット。ハイパー V を無効化すると性能が上がっていいことしかないかというとそうでもなく、機能面、セキュリティ面のデメリットがあります。機能面についてはこちらの3つの機能が使えなくなるようです。WSL2 は Windows の中に Linux の環境を構築する仕組みです。Windows Sandbox はアプリケーションを隔離された環境で安全に実行する仕組みです。そしてもちろん、ハイパー V による仮想マシンの構築、運用はできなくなります。次にセキュリティについてはこのように整理しました。大まかにまとめてしまうと、個人環境ではハイパー V 無効化によってそれほどリスクは増えないと言っていいと思います。内容をよく確認したい方は一時停止してご覧ください。それではまとめです。ハイパー V を停止すると VMware ワークステーションが直接 AMD-V を使用することができ、パフォーマンスが向上する。パフォーマンス向上の程度は処理内容によって変わり、CPU 性能そのものなどはあまり変わらず、システム処理や描画などは割と影響がある。ハイパーバイザー層を無効にすると使えない機能があったり、セキュリティが低下してしまうため、そのあたりを勘案して設定を行う必要がある。ということで、VMware ワークステーションへの Windows ハイパーバイザの影響を見てきましたがいかがでしたでしょうか。間違いのご指摘や追加検証の要望、専門家の意見など、何でもお気軽にコメントいただけると嬉しいです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。